どうも、日本語で喋りましょうの岡野と、木村です。このポッドキャストではナチュラルな日本語でいろんなテーマについて話していきます。お刺身のように新鮮で生の日本語をお届けするので、ぜひ最後まで聞いていってください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はね、電車通勤について話していこうと思うんだけど、木村もはいはい。さ、日本に住んでた時、学生の時とうん。か、電車うん。通学してたよね。してたね。もう、うん。多分、なんだろうね。人生の多分3分の1ぐらいは電車の中で過ごしてたんじゃないかね。本当に日本人の生活と電車は切っても切れない中だよね。間違いない。うん。うん。ちなみに木村はさ、電車通学した時さ、家はいはい。からさ、学校うん。までどんぐらいの距離だった？そうね。だいたい1時間弱ぐうん。らいは電車に乗ってたね。まあ、日本人的感覚から言うと別にそれは、まあちょっと長いけど別にすごい長いわけじゃないよね。そうね。なんか1時間ぐらいだったら、まあいいかなというか、うん。許容範囲だね。あん許容範囲、そうそうそう。まして例えば、ね、東京で働いてたりとかして、東うん。京家賃高いし、うん。ね、住むと結構ゴミゴミしてるとかってうん。いう理由とかでさ、うん。東京のから1時間ぐらいで行けるところに住んだりとか、神奈うん。川とかさ、埼玉とかにうん。住む人とかって全然いるし、そういう人うん。じゃね、全然1時間とか苦じゃないだろうからね。うん。電車だって。そうね、そうそうそう。だからね、今回はこの電車通勤について、調査があって、はいはい。電車通勤している全国の、10代から60代までの人500人を対象にした、アンケートがあって、このアンケート結うん。果をもとに、ちょっと話していこうかなと思います。はい。はい。で、まず最初にあった質問が、住うん。むところを決めるときに電車通勤に関して考慮することは何ですかっていうふうな質問があって、で、うん。一番みんながこれは考慮しなきゃいけないと思ったことが、最寄り駅から自分の住むところまでの距離が近いこと。それ大うん。事だね。うん。うん。木村だったらさ、家からさ、駅まで何分までなら歩ける？10分。そう、結構あれだね。10分以上はちょっと遠すぎるかなって感じ。10分以上ちょっと遠いかな。まあ、自転車でも OK だったら15分ぐらいだけど。うんうんううん。んうん。それは自転車で15分、それとも歩いて15分？自転車で15分ぐらいだったら、うん。そんなに長く感じないかな。でも歩いて10分以上結構歩いてる、距離あるんじゃないだいぶ。そうね。いや、結構ここやっぱこだわる人多くて、うん、木村も今10分言ったけど、やっぱりね、日本人は駅から10分、15分ぐらいまでがいいっていう人は多分多いよね。そうだろうね。うん。うん。木村はさ、実家からさ、駅までどんぐらいの距離だった？まあ、家から駅まで歩いて20分ぐらいかな。で、まあ、自転あ車で10分ぐらい。うん。それでもけどちょっと遠いなって思った。遠いね。なんか、朝は絶対ちょっと歩けない。まあ、帰りとかちょっと時間あるとき、ちょっと歩こうかなとか思った時もあったけど、うん。基本はもう、自転車で、もう急いで、朝はね、みんなうん。バタバタしてるからさ、そう。うん。なるほどね。でも、それちょっと俺羨ましいと思った。俺はね、実家からね、駅までで、自転車で15分、歩いたら30分かかるから、うん、めちゃめちゃ遠いなとそう。思った。うん。あれだよね、そういえばなんか、結構、電動自転車みたいなの乗ってたよね。そうそうそそれで駅まで行かないと結構さ、あの辺、岡田の実家のあたりって坂とかう。うん。もあるでしょ？だから、そうそうそう。電動自転車じゃないと結構しんどい時もあるもんね。そうそうそう。最初は普通のママチャリ乗ってたんだけど、ちょっと辛すぎるって言って、
親に電動自転車買ってもらって、そこからはもうね、スイスイ。全然苦じゃなかった。ああ。でもやっぱちょっとあ、ね、遠いときついよね、駅まで。そうそうそう、本当にきつい。だからこれはね、本当に大事だと思う。うん。で、次に、みんなが気にしてることは、最寄り駅に電車が快速とか特急の電車が止まるかどうか。ああ、はいはいはいうん。はい。木村のさ、実家住んでた時の駅、うん。快速とか特急の電車止まったっけ？止まらなくて、うんうんうん。で、それがすごい結構、物議になってた。うん例えば、そうん。の、すごい住んでる人多いんだけど、うん。ちょうどなんか大きい、駅と駅の間にあって、なるほどね。だから、なんか、それが理由で飛ばされてるみたいな。でも住んでる人はいっうんうん。ぱいいて、で、なんか、うん市長がさ、選うん挙で、自分がこう、当選するからには、うん。俺の最寄り駅に快速急行が止まるようにしますみたいなこと言ってる人がいて、あ、あすごいの、ね。そうね、だから、じゃあそれぐらいやっぱり、最寄り駅に快速とかが止まるようにしてほしいって思う人がいるんだと。本当にみんなやっぱそう願ってたんだね。そうなんだと思う。だうんうんから、ううん。ん。なるほどね。いや、俺の実家の近くの駅は、急行はね、止まった。止まったけど、うん。でも、使ってる電車の線自体が結構小さい線だから、そこから乗り換えなきゃいけないことが多かったから、ちょっうんうとんうん。不便かなと思った。なるほど。あそうね。あ、ああ、あと、なんか、ね、俺らの時はさ、俺らは学校まで通うのにさ、うん。3本ぐらい電車乗り換えててね、学校通ってたからね。そうね。から結構大変だったよね、あの時は。うん、乗り換えが増えるとやっぱりまためんどくさくなるからね。うんうんうん。ああ、で、それにそうね。関連したのがもう一個あってね、そうん。の住むところからまあ駅まで行って、その駅が複数路線走ってる駅。はい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 。うん、うん。これもやっぱみんなね、気にしてるみたい。それは大事だと思う。うん。うん、そうだよね。だって、もしどっかでね、遅延とかがあったらさ、行きたいところにさ、行けなくなるかもしれないし、遅れちゃうかもしれないけど、他の路線が走ってたらね、他の路線からまた違う行き方で目的地まで行けるもんね。そうね。そう、日本のそれすごいところだと思う。特うん、にね、都内とか、関東圏の電車、なんか例えば、うん、なんか事故とかがあったりとかでさ、電車が動いてませんってなっても、他の、うん、路線が動いてたりとかで、うん。なんだかんだ、その行きたいところに行ける。そうね、いろんな行き方そう。があるからね。それは大事だとうんうん。思うわ。うそう、ん。これ大事ね。うん。で、次にね、電車通勤でしんどいことは何ですかっていう質問もあったのよ。はい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 。うん。で、これね、一番しんどいこと、みんなが一番しんどいって言ったのはもうダントツで混雑。間違いない、それは。うん。いや、これ本当うん。にさ、俺も君もさ、結構朝さ、電車乗ってたけどさ、やっぱりうん。朝の通勤ラッシュ満員電車、これはもうめちゃめちゃしんどいよね。めちゃめちゃしんどい。もうどうやって席、座れるかすげえ考えてたもん。あ、そそう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 。例えばこの電車1本見送ると、次う。うん。は始発だから、このうん。駅から、電車の中空の状態で始まるから、うん。絶対座れるっていうパターンを読んだりとか、なるほど。あの、ずーっとさ、同じ時間の電車乗ってると、あうん。の、人のなんか、この人見たことあるって人がいっぱいいるわけ、電車の中に。うんうんうん。とか、ある学校のなんか制服とかでさ、この人、この駅で降りるとかってわかるから、うんうん。この人の近くに立ってれば、うん。席座れるみたいなとかも、読めてきて、すごい、うん。あの、なんだろうね、めちゃめちゃ戦略的に、席をうん。取るとか、うんそのうんうん。混雑した中で、自分が席を取れるようにめっちゃ考えてた。ああ、じゃあもう人の流れがもう分かるようになるわけね。
そう、それが、日本の満員電車、てか通勤ラッシュの中で生き抜く術です。なるほど。皆おさんね、これ聞いてる人ぜひ参考にしてください。はい。うんうん。い本当に。や、本当に混んでる時はもうね、押しつぶされてさ、もう息もできないぐらい、混んでる時もあるからね。そうだよ。それとかさ、カバンとかさ、自分は大丈夫だけど、カバンがさ、あうん。の、巻き込まれてて、うん。出口の方に行っちゃうパターンとかある。あるある。そうそう。なんか自分ただは降り誰かが、たくないけど、カバンだけ降りちゃうみたいなね。それも本当に困るね。いや、本当に満員電車の中はもう、ちょっと戦争みたいな感じだからね。ちっちゃい戦争ですよ、これはもう。戦いが、もういろんなところで戦いが起きてる。いや、これを本当に。毎朝するのは辛いよ。そう、本当そう、もうすごい。今、日本のサラリーマンの人、すごいです。で、次にしんどいことはね、遅延すること。やっぱり遅延するとさ、自分の予定が狂ったりとかさ、会社とか学校に遅れちゃったりするから、やっぱり遅延うん。はしんどいっていう人が多いんだけど、これ木村もうん。そう思う？そうね。困るっちゃ困るんだけど、すごい日うん。本のシステムはすごい、頑張ってると思そうそうそう。うう。ん。だから頑張ってるからこそ、時々、まあ2、3分遅れた時にみんなちょっとイライラするんだけど、いや、本来は、2、3分だけだからちょっと許してあげてよって思っちゃうけどね。そうね。まあ、例えば、うん。何本も乗り換えがこれから待ってるとかで、この電車が乗れないとか遅れちゃったりとかすると、そのうん。後の乗り換えに支障が出るパターンうんうんうん。あ、があなるほどね。ったりしたら、そうそう、確かに困るかもしれんよね。うん。あ、なるほどね。雪だるま式にこう遅れがどんどん増えていって、まあ、遅延は3分だけど実際着く時間は10分遅くなりますとかね。一個やっぱ遅れちゃったりすると、全部ダダダうん。ダってこう遅れてしまうっていうのはあるからね。うんうん。あ、だからちょっとこれが嫌いな、遅延するとしんどいって思う人が多いんだろうね。でね、次にね、多かったのがね、匂い。やっぱりさ、あ電車のあ、中って結構人と人の距離が近いし、特に夏はさ、汗かく人も多いから、やっぱり匂いがきついなとか思う人は多いらしいね。そうね。うん。わかる。夏とか匂いひどいなみたいな経験ある？そう思ったことある？電車の中で。思ったことあるね。まあ、それもあるし、ただうん。夜の終電間際の電車とかね、酔っ払ってっうん。て、あはあ。の、ゲロ吐いちゃってる人がいたりとかさ。いや、本当に困っちゃうね、あれはそのね。いや、そうね。普匂い通のね。汗もあるしね、そういうね。なんか吐いちゃった人とか、あと、香水がさ、すごい強い人とかさ、そういううん。人が多い時は、ちょっと匂いきついなって感じるよね。そうね。わかる、それは。うんうん。うん。けどやっぱ匂いが気になるっていうのはちょっと日本っぽいかもね、これはね。そうね、なんか、うん。電車の中のスペース、そんな狭いスペースにね、パンパンに人が入ってるわけだから、うん。やっぱりちょっとね、少しでも匂いなんかすると結構気になっちゃう。そうそうそう。だからね、今外国人で、日本の電車に乗るかもしれないとか乗ってますっていう人はね、匂いに気をつけてほしいし、匂いもさ、香水とかで匂い良くするんじゃなくて、匂いを減らす努力が一番大事だよね。そう、なんか無臭うん。っていうのが多分、好まれるのかな。その、うん、そうだと思う。無臭とか、ちょっと弱めのなんか石鹸みたいな香りとかが好まはいはいはい。れると思そうね。う。そう。で、次にね、あった質問なんだけど、電車しんどいじゃん。特に通勤電車、満員電車。そのしんどいうん。時にどんな工夫をしてしんどさを紛らわせてますかっていう質問があって、うん。で、みんなね、一番やってるのはね、音楽とかラジオを聴くこと。はい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 。うん。これは木村もするでしょ？俺もそうね、ポッドキャストを聞いたりとかして、うん。全然俺は座れさえうん。すれば苦じゃなかった。あ、そそう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 。だから、学生時代からずっとさ、う。うん。1時間弱電車乗ってるから、うん。その、だから、その間ずっとなんかね、YouTube 見たりとかさ、ポッドキャスト聞いたりとうんうん。かしてる時間は、それはそれで好きだったし、うんうあの、んうん。わかるわかる。結構ね、うん。周りにすごい人いるんだけど、座れたりしたらさ、結構
もう自分の世界にこう入ってさ、意外と集中できるんだよね。そう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 。うんうん、わかるわかる。俺も電車の中で、まあ音楽とか、あとラジオ、お笑い芸人の面白いラジオとか、うん結構あるから、それを聞きながら電車に乗ってるともう気づいたら目的地ついてるみたいな。結構ね、時間を忘そうね。れて楽しめる感じがある。うん。うん。そうね。そう。で、次にね、多かったのが、本とか漫画を読む。うん。うん、結構見かけるよね。漫画読んでる人とか本読んでる人とか、あとはスマホでさ、漫画読んでる人とかも結構いるよね。今多いよね。いろんな方うん。法でそうやって本読んだりとかできる方法もあるし、うん、うんうん。俺らが多いと思う。学生の時はね、週刊少年ジャンプをね、電車の中で読んでる人すごい多かった気がするけど、木村読んでいや、た？そう。いや、俺は、俺はなんか横目で読んでる人のうん。読んでたかなみたいな。ああ、ちょっとワンそう。ピース今どうなってるかなみたいな。あ、こうなっちゃったかみたいな。そう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 ああ、そう。ちょっとね、ネタバレ食らっちゃってるな。そう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 。ちょっとだけね。でね、次は、これもね、すごいよくある、日本で。寝たり、目を閉じる。これでうん。しんどさを乗り越えるって人が多いんだけど、やっぱりもう寝ちゃえばね、もう一瞬で目的地着くしね。そう、ただまあ、確実にちゃんと自分が着く、駅で目が覚めるようにしないと、そうそうそう。降りなきゃ寝過ごしてね、別の駅行っうん、ちゃったりとか、うん、それ大変だから。うん、うん、うん。そうね。寝過ごしたことある電車で？あるある、全然ある。あ、まして。うん。全然けどさ、結あるね。構さ、日本人ってさ、寝てるんだけどさ、自分の駅に近づいて、到着と同時ぐらいに起きる人結構いない？わかるわかる。なんかファってこうね、うん。なんだろうな、なんか、もともともう起きてたんじゃないかってぐね。らい、すごい爆睡してる感じだったのに、なんか突然もうフうん。ァンってこう、立ち上がってすぐ出る人ね。うんうん。そうあ、ね。なんか体の中でさ、いるいる。無意識で覚えてんのかな、この自分の最寄り駅を。そうかもしれない。なんかそこだけなんか脳はこう起きてんじゃない？動いてんじゃない？あのうん。俺も結構電車で寝てたんだけどね、自分の最寄りうん。駅に近づくとやっぱり起きれたね。あ、本うん。当？うーでも、ん。お酒飲んで飲み会とかの後帰るときは100%寝過ごす。ああ。いや、まあ、酔っ払ってるときは起きられない。そうね、そうね、コうん。ントロールつかないからね。そうそう。しかも起きられたとしても、ちょうど最寄り駅を出発した後に起きちゃうとかね。それ一番うんうん。嫌だよね。なんかそう。もう、気分悪くなるよ。そう。どうせやったらもうがっつりこう、寝過ごしたいよね。それあか、あ。あの、ちがっょっと前に起つり寝過ごきるか。したいかな。だって、なんか起きたら、ちょうど通り過うん。ぎてたら、ちょっとなんかさ、うん。すごい、なんだろう、悔しい。寝なきゃよかった。悔しい。そう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 。だうんうん。ったら、どうせだったら、もうがっつり寝過ごしてた方がいいんじゃないかな。うん。ああ、確かに起きて、もう自分の最寄り駅の看板が見えて、こう走って出ようとして目の前でね、ドアが閉まっちゃうっ閉まるみたいな。ていう、これほど虚しいことはないね。うん、うん。そうそううんうんうそうそう。ん、そうよね。まあね、日本はね、特に、木村がさっき言ったように、都市部に住むとやっぱり電車通勤大変だからね、日本の都市部とかにこれから住もうと考えている人はね、今日のポッドキャストをぜひ参考にしてみてください。ということで、今日は電車通勤について話してみました。皆さんなら電車通勤の時間何をして過ごしますか？ぜひコメント欄で教えてください。それから今日の話を聞いて少しでも面白いと思ったら、ポッドキャストのフォロー、YouTube の高評価とチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。それじゃあ、最後まで日本語で喋りましょう。聞いてくれてありがとうございます。今日話した内容の振り仮名と英語訳付きのトランスクリプトを打ったい人は、リンクに載っているパトレオンのサイトをぜひチェックしてみてください。そこで話してほしいテーマもリクエストできるので、どしどしメッセージを送ってください。それでは皆さん、さようなら。さよなら。